皆さん、こんにちは。ディレクターさんもこんにちは。こんにちは、ディレクターです。とても久しぶりに私たちが会ったような気がしませんか？とても久しぶりに会ったと思うんですが、10秒くらい経ったと思うんだけど。皆さんのために何かをお教えしようと努力するこの時間がとてもいいです。そして私たちがこの時間に動画を制作する理由は、グローバルで漫画市場が誕生し、世界の漫画家が活躍できるようになり、グローバルでコミックスのすべての世界が集まってトゥーンのビジネスが誕生して、楽しくみんなで一緒になって生きていける、そんな世界が来ることを願いながら映像を制作しています。そのためにはグローバル漫画教育が必ず必要だと思います。私は2つの国の漫画界を経験し、いろんな漫画を経験しました。実力が足りないですが、私がやらないといけないんじゃないか。だから私がやるしかないんじゃないか。なのでこうやって YouTube の事務室も設けて一生懸命努力しています。吹き出しを描くもっと難しい方法。もっと難しい方法でやってみます。今、吹き出しを配置する方法を教えてほしいという質問に対してお答えしております。一番簡単でいい方法についてお話しました。もう少し難しい方法について話しますが、これも簡単です。あまり心配しないでください。コマに仮想の対角線を引きます。コマにあるこの対角線は吹き出しだけじゃなくて実はすごく重要なんです。とても重要なことです。ところで少々お待ちください。説明する前にカフェインを準備します。私が今日苦労して手に入れた貴重なコップをお見せします。お湯で洗ったら文字が消えました。酒の細道って書いてあったんだけど、酒だけが残ってます。ははは、とてももったいないですね。なので私はこの作品が大好きです。これはビールではありません。素敵ですね。また本論に戻って。このコマの仮想の対角線は演出においてとても重要です。なので対角線を引いて対角線に沿って吹き出しを配置すると良いです。一番基本的なのはこれですよね。こちらの読み方は日本の漫画のやり方です。この前の動画は上の方に置いて1番、2番って言ったじゃないですか。それもとてもいい方法です。今回は対角線を置いて1番、2番。小さいセリフがもう一つあればどんなものがいいでしょうか。特に他の条件がないときは。ここが3番になるでしょう。4つはどうでしょうか。4つはこうすればいいんです。こうやって仮想の対角線に沿って対角線に沿って配置するとすごくいいです。対角線を曖昧にしてもいいです。明瞭に対角線になっていれば読者が読み続けていると目につきます。この人はずっとこうやって写ってる。
この漫画は徹底的にずっとこうなってる。その後から内容が集中できません。演出法はあまりにも露骨にバレたらダメです。普通というのはあからさまに見せる時が必要だという意味です。あからさまなことがバレてはいけない理由は、それを読者が気づいたら、この人はいつもこうだよ。この人はいつも1ページから3段だよ。こういうのがバレバレだと、ストーリーに没頭できずに混乱してしまいます。まるで映画を見ていて特殊効果の方法があまりにも目につくんです。あの後ろにワイヤーが見える。それに気づいたら面白くないじゃないですか。そのワイヤーずっと気になるじゃないですか。それと同じです。なので変装してください。この仮想の対角線がこれくらいのものです。対角線の配置は合ってるけど、このように変装してくれればいいです。これが仮想の対角線に沿って配置するという難しい最初の方法です。2つ目の方法はどこから出る音かが重要になるほどそこに近づく。そして流れる音ほど遠くなる。これくらいの大きなコマがあって、山脈も見えます。場合によってはあるやつが生意気な表情でこうしてたんです。生意気な人ですね。この人が何のセリフを言っているんですか？そのセリフの吹き出しはここがいいかな？ここがいいかな？それともここがいいですか？ここはいいですか？一つだけ対角線吹き出しの法則を利用したとき、どこがいいでしょうか？斜め吹き出しが2つ以上あるときにするので、1つならどこにあってもいいじゃないですか。どこがいいかな？この人が言うこと自体が重要であるほど近づけます。例えば、人間はアイスクリームを食べなければなりません。涙が出そうな格言ではないですか？とても名言じゃないですか？人間はアイスクリームを食べなければならない。食べたいアイスクリーム。こんな美しい文章の場合、その文章自体が重要な時は、このように離れていてもいいです。そうですよね。人が話すことが重要であるほど近くなり、人が話すこと自体が重要でないほど遠くなります。流れる音のような場合は、この人が言いました。しかしこの人が言ったということが重要なのではなく、その音が空中を漂っているというのです。だからその時、人がいるんですけど独り言をつぶやいているんです。他のキャラクターは誰も聞いていません。空中を漂う言葉です。そういう時は近くに貼ったらダメだし、こんなに遠く離れておくといいです。そうやって浮いているような感じがします。こうして持つのがあっても浮いているという感じがします。角がないと余計に浮いてしまうという感じがします。吹き出しは横にある言葉や音そのものが重要であるほど周辺の空間を大きく占有します。周辺に空間を大きく占有するというのはどういう意味か。キャラクターがあります。この吹き出しはこれだけの空間を占めているんです。この空間はこの吹き出しのものですという意味です。言葉自体が重要なほど吹き出し自体が周りの空間をたくさん持っていきます。重要でなければキャラクターが空間をもっとたくさん持っていきます。また同じように言葉や音そのものが重要であるほど吹き出し自体も大きくなります。重要でない吹き出しは
小さな文字を入れて、大事な言葉を込めた吹き出しを文字が大きくて、吹き出しも大きくなります。そして周りの空間もたくさん持っていきます。とても重要な言葉を入れるだけでなく、締め切り時間も節約したいというときは、このように両面ページがあります。吹き出しがスペースを少なくとも1ページを占めているのです。吹き出しの大きさも大きいです。とても重要な言葉ですから。ところで皆さん、私たちはどうですか？このページの原稿料を吹き出しを一つだけ描いてもらうじゃないですか。しかし、私たちが間違っていましたか？これを一つ描いたから、君は50円だけくれるよ。と誰も言いません。なぜなら、この演出とセリフがそのお金を受け取る価値があるとき、原稿料はきちんと支給されます。読者も抗議しません。絵がぎっしり詰まっている以上に楽しんだからです。それだけの心の響きを感じたからです。あるいはそれだけ感動したので、誰も嫌いではありません。締め切りも節約しました。演出法としても素晴らしく、読者も嬉しいし、こんなものも存在するので、ご参考ください。吹き出しは、別に妥当な理由がないときは、綺麗で鮮やかな曲線がいいです。ああ、うまく描けませんでした。申し訳ないです。別に理由がなければ綺麗で、鮮明で曲線がいいです。この良い理由は演出的に目立ちません。綺麗で鮮明に描けば目立たないし、自然に効果的に受け入れられます。それで、こうなっていたら、すごく目立ちますよね。小さいのにここで大事なこと、もうお気づきですよね。目立つようにするためにはわざわざ綺麗ではなく、鮮明ではないようにする方法もあります。しかし、そうでない場合自然にさせるために、綺麗で鮮明で単純な曲線がいいです。この曲線は私個人的にとても重要な意味があると思いますが、漫画家にとって最も重要な線は何でしょうか？直線でしょうか？大きな曲線でしょうか？どんなものがいいと思いますか？それともこういう線でしょうか？漫画家にとって人生で一番重要な線は、綺麗ですが、そんなに大きくない曲線です。顔、体、機械などこの世の多くのものを描くとき、綺麗で鮮明なのに、そんなに大きくない曲線を引くことができれば、とてもいいと思います。すべてが早くなるでしょう。これをきれいに早く焼けることができなければ、こうやって描かないといけませんよね。でも、早く弾いたら、こうやって弾けばいいんです。そうですよね。なので全てが早くて良くなります。漫画家の強力な武器です。数ある漫画でほとんどの重要なことは、この程度の曲線をずっとつないだと、吹き出しぐらいの大きさになります。それで吹き出しを描きながら、最初にスキルを身につけておくと、漫画の作業がとてもいいです。なのでこういう長所もあります。個人的には、線練習をする方法は、本当にたくさんあるけど、吹き出しを弾く練習をしたり、あるいはその時に吹き出しを線の練習に使うといいでしょう。さて、先ほどもお話しましたが、明らかな理由があるときは、綺麗で明確な曲線ではなくてもいいです。
こういうのもいいですよ。明らかな理由があるなら。こうしてもいいです。いいでしょう。吹き出しというのは、かすかに聞こえるようなセリフを入れるときは、かすかなふりをしながら鮮明です。かすかなセリフを入れるときは、かすかにではありません。ぼんやりしたふりをして鮮明です。低い声でブツブツ言う聞こえそうで、聞こえないような話が、この欄の中のセリフに書かれています。これを表現するためです。こうやって吹き出しを薄くしておいて、印刷の技術が許す限り見えるだろう。かすかな吹き出しが携帯じゃなくて、巨大な90インチテレビで見れば見えるだろと思ってはいけません。かすかなふりをしながら、薄いものです、と言いながら、鮮明に描くんです。できれば 99.99%、はっきりと目につかないといけません。かすかなふりをすることができます。そして角は、先ほど説明をさせていただきましたが、ここにいて話すキャラクターが、ここにいるとき、角は、このキャラが言うに違いない、という表現をするほど長くなります。私はこのキャラクターが言うことが正しい。このキャラクターが言うことが間違いなく合ってる。このキャラクターが話すということがとても重要だということになります。そして角は高度な技術じゃないですか。角は角自体が感情や言葉遣いを表現することができます。同じ吹き出しがあります。平凡なさまざまな角を描くこともできます。吹き出しは同じです。ここを消してみます。何のセリフもなく、何の脈絡もなく、何のキャラクターもないけど、吹き出しだけでも2つの感情の違いが感じられましたか？どのように違いのようなものも感じられますか？角だけ違います。こうしたらどうですか？面白いからもう一つ描いてみましょうか。さあ皆さんどうですか？吹き出しというのがとても面白くないですか？さあ、これはどうですか？そしてあまり使われませんが、これはすごくいいですよね。すいません。一度に描けなくて。いかがですか？こんなにたくさんの表現が可能です。角だけでもこの違いが感じられますか？描く方も面白いし、考えるのも面白いし、このような演出法を理解している読者の方々がご覧になったら、これを見ながら、わあ、面白い、と感じることができますよね。そうです。そしてもう一つ。吹き出しは基本的に5種類あります。基本的に5つというのは、はるかに多いということです。変装も数百、数千種類になり得ます。基本的な吹き出しです。その次に叫ぶ吹き出し、稲妻吹き出しとも言います。叫ぶ吹き出しです。
黙々とした吹き出し、黙々したセリフによく使われますよね。そして点線吹き出し。かすかに鮮明に見せるとき使います。かすかなふりをするときに使います。そして何か特別な言葉であることを表現する二重線吹き出しがあります。例えばスピーカーから出る音です。この二重線は放送の音やいろいろ使えます。基本的にこうやって5つあります。この2つをすごくたくさん使います。左から3つまでたくさん使って、左の2つはたまに使います。その次に、吹き出しが文字よりとても大きい場合があります。セリフがこれくらいです。吹き出しが大きいんです。とても大きい場合は1つや2つの場合を除くと、締め切り時間を減らすために使用します。締め切り時間を減らした背景も入っていて、キャラクターたちがこれくらい入るんだけど、吹き出しが大きければこれだけ描かなくてもいいじゃないですか。吹き出しが小さくなったら残った部分は全部描かないといけません。ここには背景も描かないといけないじゃないですか。それで締め切り時間を減らすために吹き出しを大きくする方法もあります。そして週刊連載作品がセリフに比べて吹き出しが大きい場合があります。吹き出しが入る文字に比べて非常に大きい場合はどんな場合だろうか。音そのものは小さいが雄大に広がることを表現するときです。音自体は小さいです。小さな音なんですけど、雄大に広がる音があるかもしれません。そういうときはこうします。セリフは小さいですが、と描きます。という感じで描きます。音も大きくて雄大に広がるときは、文字が一緒に大きくなるでしょう。小さい音なのに雄大でないときは、吹き出しも小さいでしょう。と大きくなります。これは私が締め切りを減らすためのものではないことを証明したい。時間を減らすために、こんなに大きなことをしたんじゃなくて、演出法だということを証明するためには、背景を一生懸命描いてください。キャラクターも頑張って描いてください。こうやって一生懸命描いたら、吹き出しが大きくても、あ、そうなんだと思うかもしれません。あるいはただ、しょうがないね、このチャンスを利用するしか、ということもあるでしょう。なので次の時間には、難しい高度なスキルと演出法について扱ってみます。では皆さん、バイバイ、また会いましょう。